違っていてもいいし、伝わるか伝わんないか考えるよりも、まず英語について昔の私はこう思っていました。難しい、話せない、絶対に無理。ですが、大人になるにつれて少しずつその考え方は変わってきました。今日は英語学習を通して感じたことと、日本語を話す外国人と出会った時の心に残る経験についてお話ししたいと思います。英語が話せなくても世界とつながれるかはイエスだと思います。結構フィーリングなんじゃないのかな、人と人ってと思っている部分があるのでイエスですね。言葉ってどこまで大切かどうかはどの国でもやっぱりありがとうとごめんなさいっていう言葉はすごく大切だと思うんですよね。で、それは言えた方が人としていいなとは思っているところです。でも言わなくても人と人、仲いい友達とか家族とかだったら分かることもあるじゃないですか。そういう部分は言わなくても分かることや言わないと分からないこととかいろいろあると思うんですけど、私はもうありがとうとごめんなさいをすごく大切にしています。文法は基礎はあった方がいいと思うんですよ。でもたくさん知る必要はないと思います。結構会話の中でラリーで意外と理解し合えたりしますよね。日本語は結構そうだと思います。ちなみに日本人の心に届くフレーズと今日の動画に出てきた日本語をまとめたガイドを作りました。教科書にはない日本語ばかりなので、よかったら説明欄からチェックしてください。学校英語は会話に役立ちましたかという質問は、役立ったエピソードがあります。私、大学の卒業旅行でベトナムに行ったんですよ。で、その時に当時は彼氏だったんですけど、夫と一緒に夫の家族とベトナムの実家に行きました。そこに来てた5歳の女の子がアメリカから帰ってきた子だったんですよ。その子は英語を話す子だったので、その子との会話には役立ちました。一緒におままごとをしたり、どこどこ行きたいっていうのとかも、こういうことしたいっていうとかも、英語で会話をすることができました。でも私のできる英会話は本当に5歳ぐらいまでだなってその時に思いました。英語は難しいという印象はめちゃくちゃあります。私の英語を話している動画を見てもらえるとわかると思うんですけど、本当に道元さんのセリフを言ってるだけです。もう何テイクも撮ってます。もう私はあのレベルです。話したいと思った瞬間は何回もあります。特に今仕事で一緒に英語を話す方と一緒に仕事をしている時はもう毎回思ってますし、でも毎回英語を聞くたびにちょっとずつやっぱり自分の中で理解力はアップしてるんじゃないかなって思ってます。ただ私が話すのはもう本当に難しいです。勉強よりも先に気持ちが来た経験はあります。自分がやっぱり話せる限度ってあるので、実際にちっちゃい子供とだったら英語で会話ができたり、でもどんどん大人の方だったら難しい英語とか単語とか文法が並んで、もう何言ってるのかわかんないけど必死に英語の出てくる単語、わかる単語で理解していくっていうのを経験した時に、もう楽しさもありつつ、でももどかしさもありつつという経験でしたね。外国人の方が日本語を話す場面に出会った時は、もうすごく嬉しかったです。ありがたいな。私が全然英語が話せないので、もう日本語を話してくださるだけでありがたい。もちろんお客さんとかで中国語を話す方もいらっしゃったので、もうちょっとでも日本語で意思疎通ができるとすごくありがたいなって思いました。
でやっぱりそういう方って日本語を話せるから日本文化への理解だったりとか敬語が使えてたりだったりとかすごく日本のことをこう理解してくださっている努力してくださっているのが伝わってきて嬉しかった経験がたくさんあります。尊敬の気持ちはもうめちゃくちゃ持ってます。もう私が日本語しか話せないので夫の両親はもちろん2カ国語3カ国語4カ国語ってたくさん話せますし一緒にお仕事をしている方ももう日本語も話せるし英語も話せるし他の言語も話せるしっていう方が多いんですよ。なので私ももうなんとか時間を作って日本語だけではなく英語や中国語勉強したいなとずっと思っています。頑張ります。距離が一気に縮まったと感じた瞬間はやはりこう日本語で意思疎通ができたというか会話ができた時はすごく感じました。笑顔が増えた経験はありますね。私飲食店で働いていてベトナムとカンボジア料理のお店だったので結構いろんな国の方が来るんですよ。田舎というか広島市じゃないとこだったので都会じゃないけど住んでいる外国人の方がお店に来ることが多かったです。その時にやっぱり日本語でこう会話ができて美味しかったよとかまた来るねっていうのを言ってくださった時はこうやっぱ笑顔になりますし向こうの方の例えば中国人の方だったらありがとうっていうのを中国語で伝えると向こうもすごく嬉しそうにしてくださっていたというエピソードはあります。文化への理解は言葉以上だと思いますね。やっぱり何かをきっかけに日本のことを好きになってくださってそこから日本語を学ぼうと思ってくださっているんだと思うんですよ。例えば日本のアニメだったりとか歴史だったりとか結構ここに興味を持ってくださる方は多いと感じているので私もこう好きなものが例えば他の国のものだったりとかするとその国のことをより調べたいとどんな景色が見えてどんな食べ物を食べていてっていうのは調べたいなと思って調べたことが何度かあるのでやっぱそうやって言葉を超えてくることはあると思います。文法が間違っていても伝わった経験っていうのは結構あります。それこそ夫の両親は日本語も話せますけど日本語がめちゃくちゃ上手かって言われたらお父さんとか特に片言なのでそう会話をしていてこう何を伝えたいかっていうのをこう必死にこっちも汲み取りながら会話を続けるっていうことがあるのでそういう時はやっぱり言葉を文法や言葉を正しく伝えるっていうよりもこう温度とか気持ちがとても大切なんだなと思いました。大切なのは勇気だと思うんですけれどもそれこそ私がこのクリスマスとハッピーニューイヤーの時にあった動画見てくださった方いらっしゃると思うんですけどそこでなんかハッピークリスマスメリークリスマスって日本では言うんですよねっていう動画で結婚してくださいのメリーとメリークリスマスのメリーって一緒なんですかって話になったんですよ。でその時に私は違ったことがもちろん恥ずかしいっていう気持ちもあるんですけどでも知れたことの方が嬉しいっていう気持ちがすごく勝ってました。なのでこう間違う恥ずかしさよりもこう勇気を出して言ってみて間違ってもいい言ってみてこう返ってきた答えが何倍にもなって返ってくるなっていう経験をあの時にしましたね。言語学習で一番大切なのは完璧を目指さないことだと思います。やっぱりこう完璧を目指すことによって話す時に勇気がいったりとかこれ間違ってると恥ずかしいなとか嫌だなっていう気持ちが先行しちゃうじゃないですか。なのでこう間違っていてもいいんですよ。違っていてもいいし、伝わるか伝わんないか考えるよりもまず話してみる伝えてみるでそっから
コミュニケーションを取りながらいろんな会話をすることがやっぱり学んでいく上で大切なんだと思います。間違いを恐れて話せなくなることってありますよね。私も実際にそうなんですけれども、英語を学んでいく、英語で話していく。でも間違ってたらどうしようっていう気持ちがやっぱり強いんですよ。なので間違っててもいいから完璧を目指すのではなく、とにかく話してみる、話す勇気を持つっていうことが英語を学ぶことでも大切なんだなと思いましたし、もちろん日本語を学んでいく上でも大切だなと思っています。今日本語を学んでいる人に伝えたいことは、やっぱ言語って才能ではなく経験なんですよね。私は生まれてずっと日本語しか話してないから、日本語を話す経験しかしてない。だから日本語を話せる。もちろん英語を話す経験が乏しすぎるから英語を流暢に話すことはできないけれど、英語を少しでも学んだ経験があるのでちょっとは話すことができる。やっぱりどの言語も経験ですよね。で、私が一番最近心に残っているのは、2カ国語以上話せる方に、もうなんでそんなに話せるんですか、本当すごいと思います、もう尊敬しかしないですっていう話をした時に、でも言語って学ぶことはこれみんな趣味でやってるからって言われて、あ、そうなんだってすごく腑に落ちたんですよね。私はもう難しい、大変だってことばっかり頭にあったんですけど、言語を学んでる人、学んでる方ってみんな楽しい、知識が増えて嬉しいっていうことが先行してるんですよ。だからやっぱりそもそも私はその捉え方が間違ってたんだなっていうことに気がついて、その時にもっと英語を学びたい、できれば中国語を学んでいきたいっていう気持ちがたくさん溢れましたね。その時に頑張ります。ところで、ローファイジャパニーズという文法や語彙を学べる初級コースがあります。ビデオの説明欄にありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。皆さんが日本語で話した時に、日本人のリアクションはどうでしたか？また、コミュニケーションをとっていて、どんな気持ちになりましたか？ぜひコメント欄にて教えてください。日本語を学ぶこと、言語を学習することはやっぱり経験がとても大切だと思うので、これから私もせっかくいろんな言語に触れる環境にいるからこそ、いるのだからいろんな勉強をしていきたいなと思っています。皆さんも一緒に日本語学習をこのチャンネルで頑張りましょうね。それではまた来週。バイバイ。